盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは目切りの場所を間違えて芽が出ないという、そういうテーマなんですけども、目切りの話はね過去いろいろやってきたんですが、僕YouTube こうやってやりだしてからいろんな方の質問をね数多くいただくことが増えまして、今回もその中の塾生さんからのね質問、ご相談を皆さんにね僕とその塾生さんだけのお話にとどめずに、こういう質問があったっていうんで、皆さんのねお役に立てたらというんで、代表的な感じで、取り上げさせていただくと。で今日の、テーマさっき言ったんですけど、目切りの場所がね、間違えてて芽が出ないという、テーマなんですが、これ分かりやすいようにね、うちの畑の木の枝を切ってきたんですけども、これを目切りをするとしたらここで切りますよという、おさらいですね。今まで何度もやってきましたけども、まずこの今僕が触ってるこの辺りが去年の葉っぱ、この葉っぱの根元までが去年の、芽ということになりますね。でここからここが境目として、ここから上が今年出た芽です。ここから上全部がね今年春からしっかり伸びた芽ですね。で目切りというのは、6月中旬ぐらいにこういう長くなった芽をちょっと切りますね。こういうとこで境目より少し上、境目ギリギリだと危ないんで、今日言う内容の人みたいになっちゃうんで、ちょっと上ぐらいで切ります。でこれまずちょっと新芽がねここちょびっと残ってるんですよ。これぐらいが安全でいいんですね。ギリギリ攻めてもいいんですけど、攻めてまでこれを短く目立たなくするっていうメリットがもうなさすぎてね、それよりかはキワキワで切ったり、それより下で切って芽が出ないというリスクの方を怖がりましょう。はい、これが目切りの後の正しい姿です。ここで切ったらこの新芽と去年の芽だった部分の境目から小さい芽がだいたい2個以上、3個4個と元気な子はねいっぱい出てきます。はい、それをすれば、芽は出てくるんですね。こういう元気な芽だったらね。元気でない芽だったら正しい場所で切っても出ない場合はあるんですけども、だいたい元気な芽だったらこれで目切りが出ます。目切りしたら芽が出ます。はい、もう一個ちょっと試しにやってみます。これもねちょっと形さっきとちょっと違う。ここが去年の葉っぱ、こっち僕が今左手で持ってるのは今年出た芽ですね。時期が今9月初旬なんで、畑の木っていうのもあるんで、盆栽の目切りの時とはちょっと様子が違いますけど、大きい方が分かりやすいだろうということでこういうのを使ってます。でこの境目、もう本当の境目よりちょっと上で切り落とすと、だったらいいと。だったら脇からまた複数の芽が出ますよということですね。これを今回のご質問、ご相談された方はこの境目より下で切ったんですね。だから芽が出にくい。これでも出る時もあるかもしれないですけど、出にくいですね。はい、こっちでもちょっとさっきのでちょっと戻してみますけど、これ正しい目切りした後ですね。この境目がここにあるんで、ハサミのねここに今やってますこの辺にあるんですけど、それより下の去年の葉っぱのこのちょうどね、去年の葉っぱも一緒に取れるような場所で取っちゃうと。だったら新芽が出にくいと。はい、これかなり動画でね同じような内容今日もね言っちゃって申し訳ないんですけども、結構言ってますけど、なかなかねこれいざ盆栽目の前にしたらね分かりにくいみたいです。僕は慣れてるんでちょっともう分かっちゃうんで、その気持ちがなかなかね僕は分からないとこあるんですけど、いざやっぱ初心者の方だったりしたら、それこそ今日撮影してくれてるねうちの YouTube のスタッフさんなんかでも、ここでどこで切るかちょっとやってみてくださいって言ったらね、うちの動画全部撮影してくれてるんですよ。なのに間違えたんですよだからこれ結構ある話みたいでね、だからもう改めて境目、去年の葉っぱと今年の出た新芽の境目よりちょっと上、新芽側を切る。去年側は切っちゃダメです。新芽側を切ると。それも
何回も言いますけど覚えてください。はい。今日ねそんな分かっとるわという方にはちょっともういいよという動画になっちゃったかもしれないですけど、うち初心者さんまだまだたくさんおられるんで、これ今一度おさらいということです。はい。見切りはまだまだね、今時期じゃないよって、この動画見た時時期じゃないよって方はね忘れるかもしれませんけども、これしっかり覚えていただいて、また見切り臨んでください。はい。本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この度無料のメール講座を始めました。僕の知識経験、20年以上かけての知識経験がぎゅっと詰まったメールが定期的に40本以上届きます。限定動画も20本以上作っておりまして、より分かりやすくなっていると思います。概要欄の登録フォームからメールアドレスだけで登録できます。中身はもう全部無料になっておりますので、ぜひとも皆さん登録してみてください。